資産管理アプリを開いて、先月の数字を見た瞬間、あれ、増えていない。そう感じたことはありませんか？実はこの感覚は、2000万円の方にも、3000万円の方にも、4000万円の方にも、同じように訪れることがあります。金額の大きさとは関係なく、誰にでも起こりうる感覚だとしたら、そこには金額そのものより大事な分かれ目があるはずです。そしてその分かれ目さえ分かれば、今の足踏み感との向き合い方はきっと変わってきます。真面目に積み立てを続けているのに、なぜか増えている実感が持てない。そんなモヤモヤを抱えている方も多いのではないでしょうか。真面目に続けているからこそ、増えている実感が持てないことに戸惑いを覚えてしまうのだと思います。お金と自由の航路へようこそ。船長です。今日も一緒に落ち着いてお金と向き合っていきましょう。数字に振り回されず、自分のペースで続けていくための考え方を、これから一つずつ順番にお話ししていきたいと思います。今日も落ち着いた気持ちで、どうぞ最後までご覧いただければ嬉しいです。資産の増え方について、金額の大きさに振り回されない見方を、これからもお伝えしていきたいと思っています。資産が増えている実感を持てる考え方をこれからも一緒に確認していきたいと思っていただけたら、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。こうして自分の資産としっかり向き合おうとしていること自体が、すでに大切な一歩だと私は思っています。一人で結論を出そうとしなくても大丈夫です。今日は一緒に整理していきましょう。資産の金額そのものよりも、その裏側にある考え方に目を向けることで、見えてくるものがあると思っています。今日のテーマは、資産3000万円台で増えない、止まると感じる人の共通点です。なぜ同じくらいの資産水準にいても、増え続けている実感を持てる人と、足踏みしているように感じる人に分かれるのでしょうか。資産の増え方をどう感じるかは、その時の支出状況や生活によって変わります。今回は、多くの方が足踏みを感じやすいポイントに絞ってお伝えします。今日はこのテーマを、次の4つの視点から整理していきます。まず、資産管理アプリで感じる足踏み感の正体。次に、支出がかさむ時期とどう向き合うか。そして、3000万円台を超えてから感じた複利の変化。最後に、長期投資を続けるための握力の保ち方。この4つを順番に見ていきます。正直に言うと、私自身も長期で投資を続けているので、資産は基本的には増えています。淡々と積み立てを続けているのが実情です。ただ短期の目線で見ると、上げ下げの波があります。直近の大きな上げ幅が、いつの間にか当たり前になってしまい、いまいち上がっていない。そう感じてしまうことがあります。人は数字に慣れてしまう生き物です。大きく増えた月が一度あると、その水準が普通に感じられてしまいます。次の次にそこまで増えなかっただけで、まるだ下がったかのように錯覚してしまう。これは資産の実態が変わったのではなく、自分の感覚の方が、基準を書き換えてしまっているだけです。行動経済学では、一度主にした水準を基準にしてしまい、そこからの変化だけで良し悪しを判断してしまう傾向が、よく知られています。資産作りにおいても、この基準の書き換えは、誰にでも起こりうることだと思っています。これは主に、資産管理アプリで数字を確認したときに、覚える感覚です。1ヶ月単位で見ると、先月より減った、先月より増えた、その程度の変化に見えることが多いです。ところが1年単位で見返すと、はるかに増えていることの方が多いのです。2から3年前の自分の資産と比べれば、今の方が明らかに増えている。そのことは数字を見れば、はっきりわかります。短期の増減と長期の伸びは、全く別のものとして、分けて捉える必要があると感じています。それでも月単位の増減だけを追っていると、足踏みしているような錯覚を覚えてしまうことがあります。このことを知っているだけでも、もやもやした気持ちは少し軽くなるのではないかと思っています。資産が減っているのを見るのは、正直
いい気分はしません。ただ私は、株式投資で相場が下がることを、入場料のようなものだと考えています。下がった後にまた上がっていくことを期待して、長期で握り続けることが大事だと思っています。過去の相場を振り返ると、大きく下がった後、長い時間をかけて回復してきた場面が多くあります。もちろんこれから先も、同じように回復するとは限りません。未来がどうなるかを、正確に言い当てることは誰にもできません。ただ私は、下がる場面をあらかじめ織り込んだ上で、長く持ち続けることを選んでいます。だから今は、資産が一時的に減っても、特に何とも思わなくなりました。割り切っている、というのが正直な気持ちです。もちろん最初からそう思えていたわけではありません。何度も相場の上下を経験していくうちに、少しずつそう捉えられるようになってきたというのが、正直なところです。資産が増えている実感が湧きにくいと感じたことがあれば、一言だけでもコメントで聞かせてください。一方で、資産作りが順調に進まなかった時期も、実際にありました。生活費や教育費など、支出がかさんで、思うように投資に回せなくなった時期です。私の場合、一番大きかったのは、子供の教育費、学費です。生活費もかさみますが、学費の負担はそれ以上に大きいものでした。子供にはお金がかかります。自分だけの節約でき、その全てを埋め合わせられるわけではありません。そこは仕方のないことだと、今は受け止めています。教育費がかさむ時期は、子供の成長に合わせて、自然と訪れるものです。進学のタイミングや、習い事の広がり方によって、必要になる金額も変わってきます。だからこそ、その時々の支出に合わせて、投資に回せる金額が増えたり減ったりするのは、むしろ自然な流れだと思っています。無理に投資額を一定に保とうとして、生活を切り詰めすぎるよりも、必要な支出にはきちんとお金を使いながら、余裕のある範囲で投資を続ける方が、長く続けるためには大事だと感じています。投資に回せる金額が減れば、資産の増え方が鈍って見えるのは、当然のことです。それを自分の判断が間違っていた証拠だと、受け止める必要はありません。同じように感じている方も、きっと多いはずです。支出が重なる時期を、資産作りの停滞だと捉えるのではなく、人生の中で必要な投資をしている時期だと、捉え直してみるのも一つの考え方だと思っています。住宅費や親の介護費用など、教育費以外にも支出がかさむ時期は、人によって様々な形で訪れます。一つの支出が落ち着いても、別の支出が重なることもあります。どの支出にも共通して言えるのは、その時期の投資額が減ったからといって、長期的な資産作りが失敗したわけではないということです。ここまでの話をまとめると、足踏みしているように感じる原因は、大きく2つあります。どちらも特別な失敗ではなく、資産作りを続けていれば、自然に起こりうることだと思っています。一つは、月単位という短い目線で、資産を見てしまうこと。もう一つは、生活費や教育費など、支出がかさむ時期があること。どちらも、2000万円の方にも、3000万円の方にも、4000万円の方にも、同じように起こることです。つまり、金額そのものに意味があるわけではありません。2000万円の方が感じる足踏みも、4000万円の方が感じる足踏みも、根っこにある理由は同じだということです。この点も理解しておくだけでも、必要以上に焦る気持ちは、和らいでいくのではないかと思っています。3000万円だから足踏みするというわけでも、4000万円になれば、足踏みしなくなるというわけでもないのです。では何が、本当の分かれ目になるのでしょうか。私自身の実感としては、資産のうち一定の割合を投資に回し続けているかどうかが、大きな分かれ目になっていると感じています。現金の比率を高くしたまま増やそうとしても、複利の恩恵は限られてしまいます。投資に回している金額そのものが、複利の土台になるからです。逆に投資の割合を保ち続けていれば、
支出で一時的に投資額が減った時期があっても、長い目で見た増え方への影響は、思っているほど大きくないというのが実感です。ここで一つ整理しておきたいのは、足踏みして見える感覚の原因と、複利の増え方の速さとは、全く別の話だということです。足踏み感は、月単位の見方や支出の時期によって、金額に関係なく誰にでも起こります。一方でこれからお話しする複利の実感は、資産の実際の増え方そのものに関する話であり、種をまいてすぐに実がなるわけではなく、ある程度育ってから、一気に伸びていくようなイメージに近いと感じています。3000万円という水準は、あくまで私自身が、その伸びを実感し始めた金額だということです。私自身、3000万円台に差し掛かるまでは、複利という言葉を知ってはいても、実感としてはあまりピンときていませんでした。ところがその水準を超えて、投資に回す割合を保ち続けていると、増える金額そのものの大きさが、以前とは明らかに違ってきたのです。仮に同じ 5% の値上がりだったとしても、1000万円であれば、増える金額は50万円です。3000万円であれば、増える金額は150万円になります。同じパーセンテージの値上がりでも、元になる金額が大きくなるほど、金額としての増え方は大きくなっていきます。さらに増えた分もまた、翌年以降の値上がりの対象になっていくので、時間をかけるほど増え方は加速していきます。これが複利の凄さだと、私は感じています。同じ利回りでも、元本が小さいうちは実感しにくく、ある程度の水準を超えたところから、一気に実感が強くなる。そういう感覚に近いのかもしれません。もちろん株式投資である以上、資産が減る局面もあります。増え方が早くなったと感じるようになった今も、下がるときは下がります。それでも、下がる場面を含めて長く持ち続けてきたからこそ、今の増え方の速さを実感できていると思っています。ここからは、今日からできる4つの向き合い方を整理していきます。1つ目は、資産を月単位ではなく、年単位で見る習慣を持つことです。月ごとの増減に一喜一憂すると、足踏みしているように見えてしまいます。相場は毎日のように動くものなので、短い期間で区切るほど、上げ下げの波が目立って見えてしまいます。視点を長く取るだけで、同じ数字でも受け止め方は変わってきます。年に一度、去年の同じ時期の数字と比べてみると、実際の変化に気づきやすくなります。スマートフォンのメモやカレンダーに、確認する日を決めておくと、忘れずに続けやすくなります。誕生日や年末など、毎年決まったタイミングを選んでおくと、比較する基準がぶれずに済みます。確認するときは、去年の同時日の数字だけでなく、その間にあった支出の出来事も、一緒に振り返っておくと、納得感を持ちやすくなります。2つ目は、支出がかさむ時期の足踏みを、普通のことだと受け止めることで、教育費や生活費がかさむ時期は、誰にでも訪れます。事前に予想できるものもあれば、急に必要になるものもあります。その時期は投資に回せる金額が減って当然だと、最初から前提にしておくと、必要以上に焦らずに済みます。支出が落ち着いてきたら、投資に回す金額を少しずつ戻していく。そのくらいの気持ちで十分です。無理に元の金額へ一気に戻そうとせず、できる範囲から再開すれば大丈夫です。一時的に投資額を減らしたことを、資産作りの失敗だと捉える必要はありません。3つ目は、投資に回している割合を、できる範囲で保ち続けることです。これは私自身が、長期の資産形成を目的に、当面使う予定のない資金で投資していることを前提にした考え方です。投資の目的や期間、リスク許容度、近いうちに資金が必要かどうかによって、売却や資産配分の見直しが適切な場合ももちろんあります。その上で私自身は、相場が下がった場面を入場料だと捉え直して、慌てず売らず、淡々と保有を続けることが、複利の実感につながっていると感じています。投資に回す割合そのものを、細かく変え続けるよりも、
大きく崩さないことの方が大事です。家計簿アプリや資産管理アプリで投資に回している割合を定期的に確認しておくと、無理なく保ち続けやすくなります。割合が大きくずれてきたと感じた時だけ少しずつ調整すれば十分だと思っています。相場のニュースに合わせて割合を頻繁に変えるよりも、一度決めた方針を保ち続ける方が結果として続けやすくなります。4つ目は、複利の実感が生まれるまでには時間がかかると理解しておくことです。数ヶ月や1年程度では複利の効果はまだ小さく感じられるものです。すぐに結果が出ないからといってやめてしまっては、複利の凄さを味わう前に機会を手放すことになってしまいます。途中でやめてしまうことは私にとってもったいない選択だと思っています。長く続ける握力をできるだけ強く持ち続けることが私にとっての近道だと思っています。握力というのは生まれつき強い弱いというものではなく、下がる場面を何度も経験しながら少しずつ育っていくものだと感じています。1度や2度の下落で心が折れそうになっても、それを乗り越えるたびに握力は強くなっていくはずです。焦らず気長に構えることが私にとっては結果的に近道になっていると感じています。今日のテーマについて私自身は次のように考えています。私はもともと大きく増やすことよりも資産を守りながら着実に続けることを大事にしてきました。守ることを優先してきたからこそ、慌てて売らずに済み、結果として長く持ち続けられて、複利を実感できていると思っています。2000万円でも3000万円でも4000万円でも、支出があるときは足踏みして見えることがあります。だからこそ、その金額そのものにあまり気を取られすぎない方がいいと思っています。ただ、3000万円台を超えて、その一定割合を投資に回し続けている状態になると、複利での増え方が異常なほど速くなっていく実感があります。もちろん株式なので、減ることもあります。下がった年の翌年にどう振る舞うかによって、その後の増え方も変わってくると、私は考えています。それでも、複利の凄さを実感しているからこそ、長期投資を頑張ること、そして握力を強く持ち続けることを、これからも大切にしていきたいと思っています。金額の代償にかかわらず、この考え方は参考にしていただけるのではないかと、私は思っています。では今日の内容を3つにまとめます。1つ目は、資産の増え方は月単位ではなく、年単位で見るということです。2つ目は、支出がかさむ時期の足踏みは、金額にかかわらず誰にでも起こる、自然なことだということです。3つ目は、投資に回す割合を保ち続けることが、複利を実感することにつながるということです。どれも特別な知識やテクニックというより、淡々と続けるための心が前に近いものだと、私は思っています。資産の金額そのものよりも、その資産とどう向き合い続けるかの方が、長い目で見ると大事なのかもしれません。金額そのものにとらわれず、握力を強く持ち続けることが、資産作りを続ける一番の力になると私は思っています。同じように足踏み感を覚えている方の何かの参考になれば嬉しく思います。今日の内容が少しでも気持ちを軽くするきっかけになれば嬉しいです。これからも焦らず一緒に落ち着いてお金と向き合っていきましょう。最後まで資産の足踏み感というモヤモヤに一緒に向き合ってくださりありがとうございます。今回の内容が参考になったら高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。